5ポケのストーリーをクリアして基本的な作業スペースを作ることができたので、今回は簡単な回路を使った自動操作で100連発花火を作ってみました。嘘です。100連発花火を作ろうとしてみたというのが正解で、実際には100連発は実現できませんでした。各エリアに設置できる花火の玉は30発が限界で、途中までそれに気づくことができませんでした。しかし30発でも結構豪華なので、供養のために動画にしつつ作り方などを解説します。まずは30発打ち上げるところをご覧ください。この壁掛けスイッチを押すと大砲100発分のスイッチが起動します。今ので30発分です。花火の玉は1つにはポケメタルが 0.2 個分使われているので、30発だとポケメタル6個分ですね。後ろにある100発分の大砲はもう少し材料と時間を費やしていますが、出来上がりにはまず満足しています。では自動かつ遠隔で大砲を操作する仕組みを解説します。まずは全体の仕組みから。壁掛けスイッチを押すとミニ水門が開き、下に仕込んである水が流れます。流れた水が折り返し地点にあるセンサーに検知され、上段にあるミニ水門を開き、さらに上に溜めてある水を流します。これの繰り返しでどんどん上段に水が流れていき、灯台を動かすセンサーも起動していきます。これで100発分撃てるはずだったんですけどね。止めるときは元栓から閉めていきます。回路をうまく調整すれば閉めるのもスイッチ一つで管理できますが、今回は少し雑に作ってあります。私もまだ回路初心者なもんですからね。花火の起爆も見ておきましょう。砲台は弾をセットしたら自分でボタンを押すか、スイッチを切り替えできるアイテムを使って起爆できます。あとは火を直接当てても起爆します。今は動きに反応するセンサーを使用して起爆しています。センサーは水にも反応するので水門を開けばこの通り。これで水を流して全部起爆していったわけです。次は一番簡単な水とミニ水門とセンサーを使った回路を見ていきます。動きを検知するセンサーを水門の横に置き、センサーは水が流れてくる方に向けておきます。これだけで簡単な遠隔操作回路の完成です。このようにきれいな水を送って泥水が返ってくるというクソみたいなシステムが完成しました。次は水の流れを使わないセンサーとミニ水門だけを使った回路です。センサーはミニ水門の動きを検知してスイッチを切り替える。開いた水門をまた別のセンサーが見て連鎖していきます。この回路の良いところは同時に動作することです。水を使わないので一つ動けば残りも同時に動きます。デメリットとしては一つ一つの間隔が短く、たくさんのアイテムを設置する必要があることです。遠いところにあるものを一瞬で動かすというのは現状の課題です。ミニ水門を作るのが大変だという人は風車や積み木を使いましょう。これでも同じように同時に動作します。何が楽しいんだという話ですが、もう少し時間が経って開拓が進めば便利な使い方が出てくるはずです。最
最後にもう一度別アングルから撮った30連花火を見て終わります。ということで以上です。最後までご視聴ありがとうございました。